皆さんこんにちは。ユーザーアドベンチャーズのゆうです。で、今日は皆さんにクリスマスプレゼントって何買うっていう話をしようかなって思います。で、クリスマスって僕にとっては特別だし、で皆さんにとっても特別なんじゃないかなって思うんですけど、日本ではクリスマスといえばクリスマスディナーとかクリスマスプレゼントです。で、今年は僕はクリスマスディナーをどこかに食べに行く予定とかもないし、ね、家でクリスマスディナーを作るかどうかっていうのもちょっとまだ分かんないんですけど、ね、クリスマスは今年も何か特別なことが起こったらいいなって思っています。皆さんはクリスマスに恋人や家族にどんなプレゼントをしますか？で、僕はどうしようかな。で、僕は今、恋人は残念ながらいないのですが、家族に何かプレゼントをしようかなって思っています。なので、もし僕の家族がねこの動画を見てたらちょっと大変なんですけど何をあげようかなって今考えています。皆さんもクリスマスプレゼントを何あげるか迷ってる人が多いと思うんですけども、皆さんにおすすめのクリスマスプレゼントを紹介しようかなと思います。で、これは僕からの提案です。で、今回皆さんに紹介するものに関してはどこかの企業とのタイアップとかではないので、なので僕が本当に個人的にいいなって思うものを皆さんに紹介しようかなと思っています。で、僕はフォトグラファー、ビデオグラファーとして活動しているので、どうしてもカメラとかそういうものを皆さんに紹介することになると思うんですけど、でも興味があったらぜひ見てほしいなって思うし、で、僕が本当におすすめするものを皆さんに紹介できるのは僕にとっても嬉しいし、皆さんにも少しはメリットあるんじゃないかなと思うので、動画を見てくれたら嬉しいです。で、実はですね、今ここについてるマイクなんですけど、ちっちゃくないですか？このマイク、これです。ですごいコンパクトで可愛いなって思ってて、で、実は今回の動画で初めてこのマイクを使います。なので今この動画を撮るためにこのマイクの箱を開封して初めてマイクのテストをしています。で、このマイクは DJI マイクミニっていうマイクです。で、僕は DJI のマイク結構使ってて、マイクの音質も結構綺麗なので、すごく使いやすいマイクなのでかなり重宝してます。で、このぐらい小さいとねやっぱり存在感もあんまりないし、で、あとは外で使ってる時にも例えば周りの人の目が気になっちゃうってこともあると思うんですけど、黒い服とか着てるとこういうマイクだと目立たないのですごいいいんじゃないかなと思ってます。ただマイクに関しては動画作って発信してるクリエイターしかあんまり使わないと思うので、なので普段例えば、iPhone とかで動画撮ってる人とかは iPhone のマイクとかで十分かなと思うので、マイクに関してはクリエイターとかあるいは今後動画発信をしてみたいなっていう人以外にはあまりおすすめできるものではないのかなと思います。でも最近クリエイターって本当に増えてきたから、だからマイクっていうのは実はとっても大事です。で、音がクリアだと視聴者がその音をちゃんと拾えるので、なのでマイクはこだわった方がいいんじゃないかなって思ってます。で、次です。次にクリスマスプレゼントとして僕がおすすめするのはインスタ360の ACE Pro 2です。で、こちらはアクションカメラになります。で、このアクションカメラを皆さんに紹介するのも僕は全くお金が入ってきませんので、なので安心して聞いてください。本音で皆さんにお伝えしようかなって思います。インスタ360 ACE Pro ってアクションカメラなんですけど、例えばアクションカメラだと皆さんが知ってるのは GoPro 知ってると思います。で、 GoPro って世界的に有名だしアクションカメラのパイオニア的存在なので、知らない人ってあんまいないんじゃないかなって思います。で、それと同じようなカメラだと思っていただければ嬉しいです。こちらがインスタ360の ACE Pro 2です。で、こちらのインスタ360 ACE Pro 2に関してはかなり最近出たカメラなのでプレゼントとして受け取ったらとっても喜ばれるんじゃないかなと思います。もちろん iPhone とかでね撮影する人も多いと思うんですけど、こういうのってもらったら本当に嬉しいんですよ。それにこういうアクションカメラとかがあると普段は撮影しなかったりしても撮影してみようかなとか、撮影の機会がどんどん増えてきます。で、カメラを持つって不思議なことで、空いた時間に撮影しに行ってみようかなとか、カメラを使うために外に出る機会が増えてきます。なのでもし皆さんの恋人や家族が新しい趣味が欲しいなとか、カメラちょっと欲しいなとか思ってる人がいたら、ぜひこのアクションカメラの購入検討してもいいんじゃないかなって思います。
購入リンクに関しては YouTube の概要欄に貼っておくので、ぜひチェックしてみてください。もちろん僕が貼った購入リンクから買わなくてもいいので、ぜひプレゼントとして検討してみてください。でこちらのアクションカメラの面白いところは、こちらのモニターがですね、フリップ式のスクリーンになってます。なのでこのように自分を撮影することもできます。でそれが結構このカメラの面白いことかなと思ってて、あとかなりモニターも大きいので動画撮影してる時にもすごい見やすい。でそしてこちらなんとレンズがライカとの共同開発になってるので、かなり画質も綺麗です。本当におすすめのカメラで、夜間の撮影も綺麗に撮れるので本当にいいカメラだなって思います。で次に皆さんにおすすめするのはこちらのインスタ360の Go3S です。でこちらの Go3S はすごい小さいカメラです。でここのところを外すとこのようにカメラ本体を取り外すことができて、これ 39g です。めちゃくちゃ軽いんですよ。でこちらにこれを入れると充電することができます。でこちらもフリップ式のスクリーンが搭載されているので、もちろん自撮りができます。でこちらのカメラはマグネットになっているので、こういうところにねマグネットでピタッて取り付けることができます。なのでハンズフリー POV 撮影とか、あとは動物につけて撮影することもできます。本当に面白いカメラだなって思うし、で結構最近注目されているカメラです。なのでこれもいいかなと思います。でこちらもリンク貼っておくのでぜひチェックしてみてください。カメラで皆さんにおすすめするのは次で最後です。それがこちらのインスタ360の X4 になります。でこちらの X4 は360度カメラです。でこちらの360度カメラは 8K 撮影ができる初めての360度カメラなので、めちゃくちゃ高画質です。で360度カメラって結構編集難しいんじゃないのって思う人いるんですけど、全然そんなことなくて、であと 8K 動画だから編集重いんじゃないのって思う人も結構いるんですけど、インスタ360のアプリで編集ができるので全然サクサク編集することができます。なのでこちらのインスタ 360X4 で適当に撮影をして、後から好きなアングルを自分で選んで編集することができるので、360度カメラは意外と使うの簡単です。このインスタ 360X4 は今世界中のクリエイターが注目しているカメラなのでこちらをプレゼントしたら本当に喜ばれるんじゃないかなって思います。ちょっとだけ高いんですけど、これも購入検討してみてください。でこちらもリンク貼っておきます。あとは次にクリスマスプレゼントとして僕がおすすめするのは、ジブリのグッズとかですね。で僕ジブリのグッズめちゃくちゃ好きなんですよ。で最近買ったのはジブリのプランターですね。植物を入れるやつなんですけど、でそれもとても可愛いのですごく気に入ってます。あとは千と千尋の神隠しの貯金箱ですごいあれも可愛いので気に入ってます。カオナシが持っているお皿の上にお金を入れると、そのお金をカオナシが飲み込んでお金を貯めることができるっていう貯金箱です。で本当に面白いので、これに関してもクリスマスプレゼントとしておすすめかなと思います。あとは何だろうね。で僕は結構あんまり自分で服とかも買わないし、あとはブランドバッグとかそういうのにも興味がないので、僕はクリスマスプレゼントとしてブランドのバッグとかを渡されちゃうと、普段ブランドのバッグとか使わないから結構困っちゃうんですよね。なのでどっちかっていうと僕はバッグに関してはカメラバッグとか持ってるのが多くて、例えばこういうピークデザインのバッグを使ってます。結構容量が入る大きいバッグなんですけど、こういうのはいつも使ってます。なのでカメラバッグを持ってることが多いかな。でこちらのピークデザインのバッグも皆さんにおすすめなので、もしね写真とか撮るのが好きな人がいたらプレゼントしてもいいかもしれません。あと皆さんにおすすめしたいのがこちらのレンズになります。っていうのは冗談です。こちらのレンズは別に皆さんにおすすめしません。ただ皆さんに本当におすすめしたいのはこちらのレンズになります。でこちらのレンズはマクロレンズとなっていまして、虫とかをマクロで撮影することができます。ただこちらのレンズは一般の方は使うことはほとんどないと思うので、皆さんにはやっぱりおすすめしません次に皆さんにおすすめするのはこちらのイヤホンになります。こちらはソニーのノイズキャンセリングが搭載されたワイヤレスイヤホンになります。
でこれ買ったのは多分僕3年前ぐらいなんじゃないかなって思って、1個もう新しいのが出ちゃってるので、皆さんはこちらのソニーのワイヤレスイヤホンの新しいのを買ってほしいなって思うんですけど、ただ僕最近ヘッドホンが欲しくて、で動画編集したりとかしてる時にイヤホンよりもヘッドホンとかの方が編集がしやすいので、なのでヘッドホン欲しいなって思ってます。なのでやっぱりイヤホンを皆さんにおすすめするのはやめて、でソニーのノイズキャンセリングが搭載されたヘッドホン買ってください。で僕も欲しいはい、では次に皆さんにおすすめするのは iPhone になります。で僕は今 iPhone の15 Pro Max 使ってるんですけど、今16 Pro Max が出てますよね。で16の Pro とか Pro Max は結構ね動画撮影するのにおすすめだっていう風に聞いてます。 4K でスロー撮影ができるので、それがおすすめだっていう風に言われています。ただ個人的には 4K のスロー撮影のためだけに iPhone を買い替える必要はないかなって思うので、やっぱり皆さんにiPhone 16 Pro Max とか16 Pro をおすすめするのはやめようかなって思います。皆さんはもし15を持ってたら15のままで十分ですなんかこの動画が本当に皆さんの役に立ってるのかよく分からなくなってきましたクリスマスプレゼントって結局最終的には気持ちなのかなって思うので、気持ちがこもったプレゼントなのであれば何でも受け取った人は嬉しいんじゃないかなって思います。僕自身も去年は皆さんからクリスマスプレゼントを送ってもらったこともあったので、どんなプレゼントでもとても心が温まったなっていう記憶があります。お手紙もらったりしたのも嬉しいし、お菓子もらったのも嬉しいし、メッセージもらったのも嬉しかったです。なので、どんなプレゼントであってもいいんじゃないかなって思います。ただやっぱりクリスマスの時期っていうのは、国によって違うのかもしれないけど寒いと思うんですよね。なのでマフラーとか手袋をプレゼントするのは結構いいんじゃないかなって思います。で実は僕今手袋がなくて、で体がねすぐ冷えちゃうんですよ。末端冷え性なので手袋が最近すごい欲しいなって思ってます。なので手袋を買いに行こうかなって最近結構探してるんですけど、ただあんまり分厚い手袋を買っちゃうとカメラのシャッターボタンが押せないので、なのでカメラ用の手袋を買おうかなって思ってます。ただ結構ねカメラ用の手袋って高いんですよ。いいものだと結構高いので、でも安いものだとカメラ滑って落としちゃったりとか、あとは防水防塵とかがしっかりしてなかったりとか、いろいろと問題があるので、なるべくカメラ用の手袋に関してもいいものを買った方がいいんじゃないかなって個人的には思ってて、でただいいものって高いので僕はまだ買えてないですで僕この動画作るのに台本とか何も作ってないので、本当に自分が喋りたいように皆さんに喋っちゃってるんですけど、で最終的に皆さんの役に立ったかどうかっていうのは全くわからないし、多分役に立ってないんじゃないかなって思うんですけど、ただクリスマスプレゼントでカメラをあげるっていうのは、僕はとてもいい選択肢なんじゃないかなって思ってます。カメラを受け取って喜ばない人ってあんまいないんじゃないかなって僕は思うので、なのでアクションカメラをプレゼントするのは本当にいいんじゃないかなって思います。例えば僕が使ってるようなミラーレス一眼とかっていうのはすごい高すぎるのでプレゼントにはちょっと合わないんじゃないかなって思うんですけど、でもアクションカメラぐらいだったら比較的買いやすいのかなって思うし、でそれをプレゼントしたら本当にいいんじゃないかなって僕は思ってます。で僕もね本当に今欲しいものがいっぱいあって、で僕の欲しいものって大体仕事のために必要なものなんですよ。で僕のただ個人としての所有欲を満たすためのものっていうのは僕は普段は買わなくて、ほとんど全て仕事のために使うものを欲しいなって思ってます。新しいカメラも絶対仕事のために使うし、例えば新しいパソコンも仕事のために欲しいなって思ってるし、なので僕もいろいろ欲しいものはあるんですけど、で僕のクリエイティブワークに必要なものっていうのは本当に高いものばかりなので、いくらお金稼いでも本当にお金がなくなってしまいます。だからちょっとね節約もしなきゃいけなくて、あんまり最近ご飯をね食べてないような気がしますね。特にここ1ヶ月2ヶ月ぐらいはちゃんとした食生活っていうのをしてないんじゃないかなって思います。なので少しね痩せてきちゃったんですけど、でも
皆さん見ての通りまだ僕元気なのでこのまま頑張っていこうかなって思ってます。でもし体調がどんどん悪くなるようだったらもう少し食生活気をつけようかなって思ってます。最近僕が欲しいのはもちろん新しいカメラとかパソコンとかもそうなんですけど、プロテインとかも欲しいなって思ってます。体にいいプロテインとかがあるとすごく僕の健康にとってもいいんじゃないかなって思うし、もう少し体も大きくすることができるんじゃないかなって思うからプロテイン欲しいなって思ってます。今回のビデオを見てくれて本当にありがとうございます。で皆さんの役に立ったかどうかっていうのは本当にわからないし、多分役に立ってないかもしれないんですけど、僕の案が参考になったら嬉しいです。クリスマスプレゼントとかね、クリスマスのビデオをもう少し撮ろうかなって思ってるので、なので次のビデオも楽しみにしてくれたら嬉しいです。では次のビデオでまたお会いしましょう。ではまた。